初めての出産で双子を産んだ私。新しい命の誕生に感動も喜びも大きかったが、それは束の間のことだった。初めての育児に悪戦苦闘し、疲労困憊の私をよそに、家事育児に一切の協力をしない夫。さらには、姪の面倒も見ろと、勝手に義士の子を預かってきたのだ。そんなある日、私はついに倒れてしまう。夫はお見舞いにも現れず、入院した私を責めてくる。生まれてきた子供たちのためだと思い、夫の振る舞いにも我慢してきた私。だが、久々にゆっくり眠ることができた病院のベッドの上で気づいてしまった。こんな夫いなくても、何の問題もないということに。私の名前はレイナ。夫の翔太と二人で暮らしている29歳。そんな私は数ヶ月後に出産を控えている。今現在、双子を妊娠しているのだ。お腹の子が双子だと聞いたときは、喜びも2倍という感じで、今は我が子たちに会う日を心待ちにしている。だが、初めての妊娠に加えて、双子ということもあってか、想像していたよりも辛い日々だった。出産ギリギリまで仕事を続けるつもりだったのだが、不調が続くことも多く、まともに働ける気がしなかったため、仕事を予定よりも早く辞めることに。出産までは自宅で、夫と協力しながら出産日を待つことにしたのだが、不幸なことに、あと2ヶ月ほどで出産という頃、夫の仕事がこれまでになく忙しくなってしまった。毎日疲れた顔で、遅い時間に帰ってくる夫。私は私で調子がいい日の方が少ない毎日。お互い余裕がなく、家事ができていないことなどで、顔を合わせると喧嘩になることが増えてしまった。私、子供が生まれるまで実家に帰ろうと思う。実家は私の自宅の隣町にあり、出産予定の産院からも近い。今の状態がお互いにもお腹の子にも良くないと思った私は母に相談した。すると、帰っておいでと快く言ってくれたため、出産までを実家で過ごそうと考えたのだ。夫も了承してくれたので、私はすぐに実家へ帰った。それからは両親のサポートもあり、実家でとても穏やかな日々を過ごすことに。夫も気持ちが落ち着いたのか、たまに気遣いの連絡などもくれた。少し前まではギスギスしていた私たちだったが、里帰りのおかげでお互い冷静になれたのだろう。それからお腹の子も順調に育っていき、とうとう私は出産の日を迎えることになった。初めての出産は想像を絶する辛さだったが、無事元気な男の子が2人生まれ、夫も私も両親もみんなで喜んだ。夫の両親だが、すでに義父は亡くなっていて、義母も現在は介護施設にいる。そのため、義母が産院に来ることはできなかったが、生まれたての双子の写真を送ると、とても嬉しそうな声で電話がかかってきた。みんなに祝福され、出産を終えた私。これから育児の日々が始まるのだなと、小さな我が子を見てぼんやりと考える。夫と子供2人、家族4人で笑いの絶えない家庭にしたい。出産を終えた私は、密かな願いを胸に、夫と子供と4人で自宅へ。だがそこで、私はまさかの光景を目にすることに。退院して久しぶりに帰った我が家は、とてつもなく散らかっていたのだ。子供を連れて帰ることもあり、くれぐれも掃除はしておくように頼んでいたのだが、私が実家へ帰っている間、ろくに掃除もされていないことが見て取れる。洗濯や洗い物はそのまま、掃除機も一切かけていないのか、埃だらけだった。私の顔から一瞬で笑顔が消えたのを見た夫だったが、謝ることもなく言い訳を始める。お前も分かってると思うけど、仕事が忙しくて余裕がなくてさ、俺だって大変だったんだからしょうがないよな。仕事で忙しいのは分かっている。だが、休みがなかったわけではないし、やろうと思えばできたはずだ。正直、この夫の行動には呆れてしまった。生まれたばかりの子供が帰ってくるというのに、掃除一つできないのかと、夫に対する怒りがこみ上げてきたが、今の私はそれどころではない。こんな散らかった部屋に、少しでも子供たちを置いておきたくはなかったのだ。私は出産の疲労が残る体に鞭を打ち、急いで部屋の掃除を始める。そして、夫にも手伝わせようとしたその時、なぜか夫は出かける準備をし始めた。え？ちょっと、何してるのよ。まさか出かける気？これから掃除をしようって時に。赤ちゃんを2人抱えた私を置いて、手伝いもせずに出かけようというのか。夫の行動に驚きの声を上げてしまった。今日はお前の退院日だったから休みもらってたんだけどさ、
トラブルがあったらしくて、やっぱり出社してほしいってさっき連絡が来てさ。まあ無事に家には帰ってきたんだし、悪いけど俺は行ってくる。苦笑いでそういう夫。その言葉に疲れた体がさらにずんと重くなる。仕事だと言われてしまったら行くなとは言えない。私は黙って仕事に行く夫を見送った。結局夫の協力は諦めて一人で掃除を始めることにしたが、やはり子供二人を抱えてというのは難しい。私は母に手伝いを頼み、二人で掃除をすることに。ずいぶん散らかしたのね。我が家に現れた母が部屋の惨状を見て引いているのがわかる。まあ男一人だったらしょうがないわよ。仕事も忙しかったんでしょうしね。取り繕うようにそう言いながらテキパキと動いてくれる母。急な里帰り出産で迷惑をかけたこともあり、申し訳ない気持ちでいっぱいだった。それから数時間後になんとか掃除を終えた私たち。あなたもこれからは母親なんだからしっかりね。大変だろうけど夫婦で力を合わせて頑張るのよ。何か困ったことがあったら頼ってくれていいから。母はそう言い残して帰っていった。母の助けがとてもありがたかった反面、情けない気持ちと申し訳ない気持ちがこみ上げてくる。これからはなるべく母たちには迷惑をかけないようにしなくては。私はあまり親に甘えてはいけない、そう思った。子供を産んでもなお親に迷惑をかけてしまったことに罪悪感を感じたのだ。母親になったのだから我が子のためにも自分が頑張らないと。私は母の言う通り、これからは夫婦で力を合わせて育児や家のことをやっていこう、そう心に誓った。夫が帰ってきたらこれからのことを話そう。私は綺麗になった家で仕事に向かった夫の帰りを待つ。だがこの日、夫が帰ってきたのは夜の10時を過ぎた頃。夫は疲れたからとすぐ寝てしまい、結局まともに話すこともできなかった。それからはあまりにも過酷な日々が訪れた。私は双子の育児と家事に追われ、ろくに寝れない毎日。夫も相変わらず仕事が忙しいようで、協力なんて期待できない。休みの日くらいは手伝ってほしいと思いお願いをしたのだが、仕事で疲れていることを理由に夫は何もしてくれなかった。それでも最初のうちは何とか話し合ったり、私の意見を伝えたりして少しでも夫に育児に関わってもらおうとしたのだが、何度も否定されているうちに私は夫へ期待することを諦めた。慣れない育児と家事の両立、さらに疲労はたまるばかりで、夫ともまともに話し合う気力もなかったのだ。夫も忙しい中、私たちのために頑張って働いてくれている。私が我慢すればいいだけだと自分に言い聞かせて、なんとかストレスをためないように夫の行動は気にしないように心がけた。そうしているうちに私もだんだんと一人で全てをこなすことに慣れてくる。もちろん少しも楽ではなかったが、それでも要領がつかめてきた。少しずつではあるが、母親として成長できている気がして少し嬉しい。そんなある日のこと、珍しく夫が仕事から早く帰ってきた。だが家に入ってきた夫の姿を見て私は驚く。夫が義士の子供を連れて帰ってきたからだ。今日から姪っ子を預かることになったから、姉貴が怪我しちゃって1週間ぐらい入院することになってさ。でも誰も子供の面倒を見れる人がいないみたいで困ってたんだよ。姉貴はシングルマザーだろ。だからうちで協力しようと思って。そう言いながら義士の子を押し付けるように渡してきた夫。義士の子は3歳になったばかり。まだ赤ちゃんのうちの子と違い、走り回るしいたずらもする。ちょっと待ってよ。ただでさえ手のかかる赤ちゃんが2人もいるのに。双子を抱えてこの子の面倒まで見るなんて無理だ。私は夫に何とかならないか聞いてみた。だが義母は施設にいて子供の面倒を見ることなんて不可能だし、夫の兄弟は他にいない。義士も周りに頼れる人がいないらしく、かなり困っているということだった。言っても1週間くらいなんだからさ、別に1人増えたくらいなんてことないだろ。夫はそれだけ言うとリビングに姪っ子を残してさっさと寝てしまった。3人の子供とリビングに残された私は頭を抱えてしまう。だが義士の状況を考えるとこの子を突き返すわけにもいかない。たった1週間だ。私はそう思って耐えることにした。しかし子供が1人増えるというのは思ったよりも大変だった。走り回る姪は赤ちゃんの我が子以上に目が離せない。ただでさえ双子を1人で見ているのに、さらに慣れない3歳児の面倒を見なくてはいけないのだ。
1週間だけと覚悟していた私だったが、限界を迎えてしまった。慢性的な睡眠不足と疲労によって心も体も限界だったのだろう。命を迎えてちょうど1週間、義士が命を迎えに来るという日に私は倒れてしまった。感謝しきりの義士に命を渡した瞬間、ふっと力が抜けたように私はその場にへたり込む。そしてそこから動けなくなった。義士が慌てて救急車を呼んでくれて、私は病院へ。医師からは過労が原因だと言われた。少しの間入院することになり、そのことを夫に電話した。はあ？倒れたって？何してるんだよ。入院することになったと伝えると、不機嫌そうにそう答えた夫。子供たちはどうするんだよ。俺は面倒なんて見れないからな。仕事で忙しいのは分かってるだろ。次に出てきたのは、私の心配でもなく、子供の心配でもなく、自分は何も協力できないというものだった。何言ってるのよ。あなたの子供でしょ。こんな時くらい協力してよ。あなたが見ないで誰が見るのよ。私はめまいのする頭を押さえ、電話越しの夫を説得する。だが、そんな言葉もまるで意味をなさなかった。今は姉貴が子供見てんの？じゃあそのまま任せたらいいだろ。うちが面倒を見てやった分、今度はあっちに頼めばいいよ。姉貴が来た日に倒れるなんて、ある意味ちょうどよかったな。そう言って笑いながら電話を切った夫。まさか父親としてここまで無責任だとは思ってなかった。期待していなかったとはいえ、こんな態度はさすがに心に来る。疲れた心と体がさらに打ちのめされた気になってしまった。だが落ち込んでいる暇はなかった。まずは子供たちのことをどうにかしなくては。義士はシングルマザーということもあり、日中は仕事があるため子供たちを任せられない。私は両親に事情を説明して、退院するまで子供たちを預かってもらうことに。ここ数ヶ月迷惑をかけないようにと一人で必死に頑張ってきたのに、結局両親を頼ることになってしまった。両親はそんなこと気にせずゆっくり休みなさいと優しい言葉をかけてくれる。その言葉に涙が出てくる。夫はどこで何をしているのか、私が連絡したきりお見舞いにも来ず、連絡すらしてこない。両親が子供を預かっていることを知っているのに、そちらへお礼の連絡一つもないという。すべて私に任せきりで、私が動けない時にすら何もしようとしない。子供たちには父親が必要だと思っていたし、今まで辛くても離婚なんて考えなかったが、こんな人と家族でいる意味があるのだろうか。疲れた体が回復し、物事を冷静に考えられるようになった私は、初めて夫と夫婦生活を続けることに疑問を覚えた。今までは忙しさに追われ、目を背けていたことに、初めて向き合うこととなったのだ。そして1週間後、私は無事退院できることとなった。しかし、私が帰ったのは自宅ではなく実家。夫からは入院したきり連絡もなかったので、私も退院したことを知らせず、そのまま実家で過ごした。すると、私が実家で生活し始めてから2週間後、ようやく夫から電話が来た。お前さ、いつまで帰ってこないつもり？疲れて倒れただけなら、こんな入院しなくてもいいだろ？分かっていたことだが、私の退院日すら把握していない夫。お見舞いにも来ないものだから、すでに退院していることにすら気づいていない。すでにこんな夫には何の期待もしていなかったが、ついため息が出てしまう。伝えるのを忘れてた。もう退院してるから。私は退院して実家にいると夫に伝える。それを聞いた夫が切れ出した。はあ？ならなんで帰ってこないんだよ。家のことをほっぽり出して実家でサボってんのか？専業主婦のくせに随分といい身分だな。ふざけたことしてないでさっさと帰ってこい。ふざけているのはどっちだと思ったが、私は黙って電話を切る。やっぱりこの男は自分のことしか考えていないのだ。過労で入院していた妻が少し実家にいただけでサボっているなどと思えるのだから。きっと今回もろくに自分で家事もしていないし、家はまたゴミ屋敷同然になっているんだろう。だが私にはもう関係ない話だ。実は今日夫宛てに離婚届を送っていた。明日か明後日には夫の元へ届くだろう。私は今回の入院で夫の態度に限界を感じ、結婚生活を終わらせることを決意したのだ。そして2日後、送った離婚届を見たであろう夫から電話がかかってきた。おい、これはどういうことだよ。離婚なんてするわけないだろ。こんな勝手なことを認めるわけないからな。
夫は電話越しでもわかるくらいブチギレていたが、もう夫に会うつもりはない。私は溜まっていた鬱憤を晴らすかのように今までの不満を述べた。思えば妊娠中の時から全くサポートをしてくれなかったこと、そして子供が生まれた後のことや姪っ子のことなど、全て私に任せきりで、夫は仕事を言い訳に家族と向き合ってこなかった。そんな人とはもうやっていけない。だからさっさと離婚届にサインして、あなたが何を言おうと私の考えは変わらないから。私はそう言ってそのまま電話を切り、スマホの電源をオフにした。今日はこれ以上夫と話したくなかったのだ。あの怒鳴り声を聞くだけでめまいがしてくる。すると私に連絡がつかなくなったからか、なんと夫は実家までやってきた。私の代わりに母が対応してくれる。これは僕たち夫婦の問題です。妻と話がしたいので呼んできてください。玄関先でそう母にわめく夫の声が聞こえる。夫婦の問題なんてよく言えたものだ。そんなもの思いもしたこともないだろうに。娘とあなたを直接会わせる気はないわ。うちは弁護士を入れますから、今後はそちらと話してちょうだい。慰謝料や養育費の話なんかもありますからね。荒ぶる夫に冷静にそう話す母の声。私が離婚を決めてから両親はまだ本庄市ではない私に代わっていろいろ動いてくれていた。父は知り合いの弁護士に相談し、その人が離婚に強い弁護士に話をつけてくれた。私は今日まで夫と戦う準備をしていたのだ。私は入院するまで追い詰められたことに対する慰謝料と、2人の子供の親権、そして養育費を請求する準備をすでに整えている。勝手に入院したのはあいつでしょ。親子揃って俺を悪者にする気ですか。よくもこんな非常識な真似ができますね。まだ玄関先で怒鳴っている夫。むしろ私が慰謝料を払うべきだ、そう言っているのが聞こえる。どっちが慰謝料を支払うべきかはっきりさせるための弁護士よ。納得いかないなら裁判でも何でもしましょう。これ以上玄関先でごねるようなら私たちも容赦はしませんから。必死でわめく夫に母は声を荒げることもなくそう言うと、静かに玄関を閉めた。口調は穏やかだが本気で怒っているのがわかる。しばらく夫は玄関先に立ち尽くしていたようだったが、私たちが無視をしているといつの間にかそこから消えていた。その後、夫からはあっさりと記入済みの離婚届が送り返されてきた。裁判という言葉が聞いたのか、やけに素直だと思っていたが、実は裏で技師が動いてくれていたらしい。技師は私がこんな状態だとは知らず、名誉を預けてしまったことに責任を感じていたそう。夫からは私が快く引き受けたと聞かされていたらしいが、倒れた私を見てそうじゃなかったと気づいたらしい。その後もお見舞いにすら行かなかった夫をかなり叱りつけてくれたという。慰謝料と養育費に関しては夫に責任を持って払わせる、そう私に連絡をくれた。その後技師は貯金もろくになかった夫に借金をさせ、養育費と慰謝料を一括で振り込ませてくれたのだ。夫からは復縁してくれと何度か連絡が来ているが、全て無視している。今まで私たちを顧みなかった男だ。こちらから歩み寄ることなど一切ない。それから私は実家で両親の協力のもとに双子の育児をしている。両親には迷惑をかけっぱなしだが、何も気にするなと言ってくれた。申し訳ないが、今はその言葉に甘えさせてもらおうと思う。いずれ私の子供たちが大きくなったら、一緒に親孝行をしたい。大事な両親と子供たちのために、私はこれからも頑張っていこうと思う。